のささやきの朗読やこの話をすると必ずこう言われる。なんでその時エンジン切ったの？自分でも今なら同じことを言うと思う。でもあの時は切るのが当たり前だと思っていたんだ。あれは仕事帰りの夜だった。深夜に近く道は空いていた。ただ異様に静かだったのを覚えている。参道に入ったあたりで急にラジオが混戦した。音楽が途切れ、知らない声が一瞬だけ流れた。内容は聞き取れなかった。だが最後に聞こえた一言だけは妙にはっきりとしていたんだ。切るな。そう聞こえた。気のせいだと思った。山道ではよくある。そう自分に言い聞かせて走り続けた。しばらくすると前方に明かりが見えてきた。それは古いドライブインだった。看板はあるが文字はほとんど消えている。それでも建物の中だけは明るかった。腹は減っていなかった。ただそのまま通り過ぎるのがなぜか怖かったんだ。駐車場に入ると他の車は一台もない。車を止め何も考えずにエンジンを切った。その瞬間、あたりの音がごっそりと消えたんだ。風の音も虫の声もない。聞こえるのは自分の呼吸だけ。ドアを開けようとしたとき、さっきの声が頭の中でもう一度だけ再生された。だがもう遅かった。ドアに手をかけたまま少し迷った。だが今さら戻るのも変だと思い、そのまま車を降りた。地面に足をつけた瞬間、違和感があった。アスファルトの感触がやけに柔らかい。駐車場を見渡す。白線はあるが、ところどころ歪んでいる。まるで後から書き足したみたいだった。建物に近づくにつれ、自分の足音が遅れて聞こえてくる。一歩、半歩遅れて、もう一歩。入り口のガラス戸は最初から少し開いていた。触れてもいないのに勝手に音も立てず奥へ滑っていく。だが照明の色が外と同じだった。夜なのに夜の色をしていない。席は整然と並び、どのテーブルにも水と箸が置かれている。だが客はいない。それでも用意だけは全部終わっている。そんな感じだった。その時背後で
コンと音がした。振り返ると駐車場の俺の車が見えた。エンジンは切っているはずなのに、メーターだけが薄く光っている。タコメーターの針がわずかに揺れていた。動いていないのに回っている。その瞬間、頭に浮かんだ。あの声は警告じゃなかった。つながっている間だけ守られていたんだ。俺は急にこの場所に長くいちゃいけないとそう思ってしまった。だが出口に向かおうとすると、店の奥で椅子を引く音がした。一つ、また一つ、誰もいない席から。音は規則正しかった。椅子が引かれ、床をすり、また引かれる。誰かが座る準備をしている音だった。店内を見る。さっきまで整然としていた席が少しずつ乱れている。椅子の向きが入り口の方へ揃えられていく。俺の方を向いて。喉が鳴った。逃げなきゃいけない。そう思った瞬間、背中側から声がした。先に止めましたよね。振り返るといつの間にかカウンターの内側に人が立っていたんだ。中年の男。表情が妙に平らだった。ここエンジンを切ってから入る決まりなんで。男はそれだけ言うと入り口を指さした。だがそこにあるはずのガラス戸は壁に変わっていた。外の闇も駐車場も見えない。代わりに壁に貼られた紙が目に入った。手書きの注意書きだ。稼働中のままの入店は禁止。その紙の下に小さく文字が足されていた。止まった方はこちらで預かります。意味がすぐには理解できなかった。背後でまた椅子の音がする。今度はすぐ近くだ。男が静かに言った。もう一回切りましょうか。その瞬間、店内の照明が一斉に暗くなった。暗くなった店内で一つだけはっきりと見えるものがあった。壁の奥、本来あるはずのない位置にガラスがはめ込まれているんだ。外の駐車場だ。そこに俺の車が見えた。ヘッドライトは消えている。だがメーターだけが弱く光っている。タコメーターの針がゼロを少しだけ超えた位置で小刻みに震えていた。男がそのガラスの前に立った。切れてないですね。淡々とした声だった。
まるで点検でもしているみたいに。その瞬間、店内の椅子が一斉に音を立てた。全部同じ方向に引かれる音。ガラス越しに見える車の中でハンドルが勝手に回った。エンジンの音はしない。それなのにメーターだけが反応している。男が俺の方を向いた。中と外が切れたら次はこっちが動きます。それで意味が分かった。エンジンを切ったとき、俺は外に戻る道を自分で閉じてしまったんだ。次に切れるのは俺の番だ。その瞬間、駐車場の車のメーターの明かりが完全に消えた。同時に背後の席で誰かが立ち上がる気配がした。気づいた時には俺は外にいた。朝だった。車はドライブインの前に止まっている。エンジンはかかりっぱなしだった。今もあの山道を通るときは絶対にエンジンを切らない。理由は一つだ。次に切った瞬間、今度こそ中と入れ替わってしまうんだ。あの夜のことを今でもはっきり覚えている。仕事の帰りで高速道路を使っていた。日付が変わる直前、疲れを感じて最寄りのサービスエリアに立ち寄った。それだけのよくある夜だった。当時はあれがおかしな出来事になるとは思っていなかった。駐車場はまばらで、トラックが数台、エンジンをかけたまま並んでいる。人の気配はあるが、会話は聞こえない。深夜特有の音だけが残った空気だった。トイレを済ませ、売店に寄ろうと建物へ入った。だが、入り口のシャッターはすでに降りていて、営業終了を知らせる紙が貼られていた。そのまま引き返そうとしたとき、視界の端に違和感が引っかかった。売店の横。本来、客が立ち入る場所ではない位置に、細い通路がある。その奥に扉が見えた。従業員専用だとすぐに分かった。金属製で取っ手は内側についている。普通なら完全に閉まっているはずの扉だった。だがその扉はほんのわずかに開いていた。数センチ程度。人が通るには足りないが、暗闇を覗くには十分な隙間。中は照明が落ちているはずなのに、奥から薄い光が漏れていた。白熱灯とも蛍光灯とも違う、色の定まらない光だった。関係者以外立ち入り禁止。そう書かれた札がネジの緩んだ片側だけでぶら下がっている。
その時点で引き返せばよかった。だがなぜか足が止まった。夜のサービスエリアでは説明できない違和感が妙に現実味を帯びている。扉の向こうからかすかな音が聞こえた。カサリと。紙袋を動かしたような乾いた音だった。清掃員だと思いかけたが、床を磨く機械の音も足音も聞こえない。ただその音だけが一定の間隔で続いていた。俺は気がつけば扉の前まで近づいていた。隙間の向こう、そこに何があるのかはまだわからなかった。音はしなかった。重さを感じないほどあっさりと動く。隙間が広がり、奥の様子が見えた。そこは売店のバックヤードのはずだった。だが見えた光景は記憶にあるどの売店とも違っていた。通路が妙に長い。天井が低く、照明は等間隔に並んでいるが、明るさにムラがある。壁際には段ボールが積まれているが、印字されている商品名は読めない。文字が滲んでいるように見えた。一歩足を踏み入れた瞬間、足の裏に違和感が走った。床が冷たい。売店の裏とは思えないほどひんやりとしていた。振り返ると扉はまだ開いたままだった。入り口の向こうにサービスエリアの明かりが見える。それを確認して少し安心した。通路の奥から気配を感じる。人がいる。そう確信できるほどはっきりとした存在感だった。だが声をかけようとしてやめた。なぜかここで声を出してはいけない気がした。代わりに足音を立てないように進んだ。途中、壁に貼られた紙が目に入った。業務連絡のようだったが、日付がすべて同じだった。何年も前の日付で、どの紙も同じ日を指している。その先で通路は行き止まりになっていた。だが、行き止まりの壁にもう一つ扉があった。売店のものとは違う。非常口でも倉庫でもない。用途のわからない古い扉。その前に人影が立っていた。こちらに背を向けている。作業着のような服装だが、色が判別できない。呼びかける前にその人影がゆっくりと振り向いた。顔を見た瞬間、俺は理解した。この場所は売店の奥ではない。振り向いたその人影は目だけがこちらを見ていた。顔全体が影に沈んでいるわけではない。照明は当たっているのに輪郭だけが曖昧で、どこまでが顔なのかわからなかった。ただ目の位置だけが不自然にはっきりとしている。瞬間的に背中に冷たいものが走った。声を出そうとしても
喉が動かない。人影は何も言わず、ただ立っている。その背後にさらに扉があることに気がついた。同じような扉が奥へ奥へと続いている。売店の裏とは思えない構造だった。気づいた時には人影が一歩こちらへ近づいていた。距離が縮まるにつれ分かった。この人は動いているのではない。ここから出ていない。俺は反射的にきびすを返し、来た通路を走った。床の冷たさがさっきより強く感じる。最初の扉が見えた。だが開いているはずの扉は閉まっていた。取っ手を掴んだ瞬間、背後で音がした。カサリっていうあの音だ。俺は振り返らずに力任せに扉を引いた。次の瞬間、視界が切り替わった。気がつけば売店のシャッター前に立っていた。人の気配も音もない。外に出ると夜明けが近づいていた。俺は車に戻り、そのまま高速を降りた。後日、同じサービスエリアに立ち寄ったとき、売店の横を確認した。従業員用の扉はあった。だがその奥に通路はなかった。図面上もそんな構造は存在しないと聞かされた。ただ一つだけ引っかかることがある。あの時見た作業着。背中に小さく店名が刺繍されていた。その売店は一度だけ深夜の事故を理由に全面改装されている。あれは今から3年前の秋だった。仕事の都合で夜遅くなり、そのまま帰るのが面倒になって、山道沿いの小さな道の駅で車中泊をすることにした。昼間は観光客も来るらしいが、その時間帯には自分の車しかなかった。駐車場は広いのに街灯はまばらで、エンジンを切ると一気に周囲が沈黙する。俺はラジオを消し、エンジンキーを回した瞬間、妙なことに気づいた。静かすぎたんだ。山の中なら虫の音や風の音があるはずなのに、何も聞こえない。無音というより、音が吸い取られているような感覚だった。気味が悪くなり、もう一度エンジンをかけようかと思ったが、疲れの方が勝った。俺はシートを倒し、目を閉じる。だがしばらくして違和感に気づいた。車の外を何かが動いている気配があった。足音は聞こえない。ただ車体のすぐ横をゆっくりと回っているような気配だけが続いていた。窓の外を見ようとしてやめた。
なぜか見てはいけないと直感したからだ。それでも気配は消えなかった。フロントから助手席側、後部、そして運転座席側へ。一周、また一周。おかしいことは一人分ではないことだった。気配が重なる瞬間がある。まるで複数の何かが同じ軌道をなぞっているようだった。俺は耐えきれずスマホを取り出して時刻を見る。午前2時を少し過ぎたところで画面の光が車内を照らした瞬間、外の気配がピタリと止まった。その代わり今度は車のすぐ後ろに立たれている感じがした。俺は息を潜めたままエンジンキーに手を伸ばした。その時バックミラーに黒い影が一つ映り込んだ。反射的に目を閉じた。次に目を開けた時、朝になっていた。何事もなかったかのように見えたが、車を降りた瞬間、足が止まった。タイヤの周囲に人の足跡が円を描くように残っていたんだ。一方向だけではない。何重にも何人分も。そして不思議なことに、その足跡は車の真後ろだけ一直線に立ち止まっていた。まるでエンジンを切った瞬間を待っていたかのように。足跡を見た瞬間、背中が泡立った。円を描くように残された跡は明らかに人のものだった。獣の足ではない。靴底の溝まではっきりと残っている。それも一人分ではない。大小違う足跡が同じ距離を保ったまま車の周囲を何周もしている。ただ奇妙な点が一つあった。足跡の向きがすべて内側を向いていた。車の外から来て回った形ではない。最初から車を囲むように配置されていたように見えた。嫌な想像が頭をよぎり、すぐに車に戻った。ドアを閉め、エンジンをかける。一発で始動したが、その瞬間、また昨日と同じ違和感が戻ってきた。音が消えた。エンジンの音は聞こえているのに、外界だけが切り取られたように静まり返る。サイドミラーを見ると、さっきまであった足跡が見えなくなっていた。俺は焦って窓を少しだけ開ける。冷たい空気が入り込んできたその直後だった。車の後ろでゆっくりと何かが立ち上がる気配がした。ミラーには映らない。振り向いても何も見えない。なのに確実に立ったと分かった。背の高さが変わる感覚。圧迫感がじわじわと車内に染み込んでくる。俺は耐えきれずアクセルを踏み込んだ。
車は動き出すが、バックミラーの端で影が追いついてくるのが分かった。速度を上げても離れない。不意に後部座席の天井からミシッと小さな音がした。重みが屋根の上に乗った感触がある。ルームミラーに映ったのは車内ではなく、天井越しにこちらを覗き込む影だった。目があったと思った瞬間、エンジンが突然止まった。ヘッドライトもナビもすべて落ちる。完全な暗闇の中で耳元のすぐ後ろから息の音がした。それは吸う音でも吐く音でもない。数を数えるような一定の感覚だった。1、2、3。数え終わった瞬間、ドアノブがゆっくりと回された。力は入っていない。ただ逃げられているだけだった。逃げ場がないと思った瞬間、後部座席の天井がゆっくりと沈んだ。屋根の上にあった重みがそのまま車内に入り込んでくる感覚だった。声を出そうとして出なかった。息を吸うと喉の奥に冷たい空気がたまる。その時、不意にエンジンがかかった。誰もキーに触れていない。なのにセルが回り、ライトがついた。光が戻った瞬間、後部座席の気配も屋根の重みも一斉に消えた。俺は逃げるようにアクセルを踏み、そのまま山道を下った。家に着いた頃には空が白み始めていた。それから数日、あの夜のことを考えないようにして過ごしてはいたが、どうしても気になってしまい、もう一度あの道の駅を調べてみた。地元の古い掲示板に短い書き込みが残っていた。昔あそこは仮の安置場所だった。山で見つかった人を一晩だけ置く場所。エンジンを切ると数を数えられる。その理由も書いてあった。あの場所では動かないものを見分けるために数を数えるんだと。呼吸があるか、反応があるか、まだ乗れるかどうか。そして最後にこう続いていた。エンジンがかかるのはまだ使えると判断された時だけ。それを読んだ直後、自分の車のドアロックが鳴った。1回、2回、3回。ドアの数より1回多く。今でもエンジンを切るたびに、あの感覚で数を数えられている気がする。夜行バスの深夜3時は音が消える。車体の振動だけが体を包み、
誰もが眠りに落ちている時間だ。その夜も俺は仕事帰りの帰省で新宿発の夜行バスに一人で乗っていた。乗客は数十人。ほとんどの席は埋まっていたが、最後列の一つだけ空いていた。俺はそこに腰を下ろし、窓の外を見た。流れる街灯がゆっくりと遠のいていく。1時間ほど経った頃、ふと違和感を覚えた。と、乾いた金属音。聞き慣れたはずのそれが、妙に生々しく響いた。すぐ近くでシートベルトのバックルが閉まる音だった。目を開けると、隣の席は空いている。荷物もない。それでも確かに音はそこから鳴った。俺はゆっくりと覗き込んだ。シートベルトはしっかりと止まっている。金具の部分が淡い非常灯の光を反射してわずかに光っていた。寝ぼけたのかと思い、もう一度目を閉じた。その瞬間、再びと音がした。今度は反対側の通路側。そこも誰もいない。ただ座面が沈んでいた。誰かが座ったように、確かに沈み込んでいた。背中が汗ばんだ。運転席の方を見ても、前方の乗客は誰も動いていない。全員眠っている。ただ車体が少しだけ左右に揺れ、その度にどこかの席から小さくカチッとなった。まるで見えない誰かたちが順番にベルトを締めているようだった。俺はたまらず立ち上がった。通路を前へ進もうとした瞬間、背中のすぐ後ろで耳元すれすれに忘れてるぞ。と低い声がささやいた。振り向いても誰もいなかった。運転席の方を見ても誰も異変に気づいていないようだった。車内は静まり返り、寝息とエンジンの音だけが続く。ただ一つ違うのは、あのカチッという音が車内のあちこちから順に響いていることだった。一つ、二つ、三つ。席ごとにベルトが閉まるような乾いた音。誰も動いていないのに音だけが増えていく。やがて車体の揺れと呼応するようにカチッカチッカチッと一定のリズムになっていた。俺はたまらず前に進んだ。通路を抜け運転席の後ろまで来たとき、運転手が小さく独り言を漏らした。またか。声は疲れ切っていた。俺がえ？と声をかけると、彼はミラー越しに俺を見た。
後ろ、誰か座ってただろう。いえ、空席でした。そうか。去年も同じ音がしたんだ。彼はそう言うと、ゆっくり息を吐いた。この路線、事故があってな。一番後ろに座ってた若い女がベルトしてなかったらしい。急ブレーキで飛ばされて即死だった。それからだ。夜中になると後ろの席で閉める音がするんだ。俺の背中を汗が伝った。その席はまさに俺の右隣だった。その時突然、バス全体がガタンと大きく揺れた。眠っていた乗客が一斉に目を覚ます。何？事故？誰かが言う。運転手は慌ててハンドルを戻した。すいません。鹿か何かが。そう言いながらバックミラーを覗いた。俺も振り返る。後方の窓ガラスに一瞬だけ何かの手が張り付いていた。焦げ茶色で爪が剥がれ落ちている。その手がベルトの金具を握り、と最後の音を鳴らした。揺れはすぐに収まったが、車内の空気は変わっていた。誰も喋らず、みんなが何かを感じ取っている。背中を押されるような重い気配。それでも運転手は何事もなかったかのように前を見つめていた。俺は自分の席に戻った。最後列、あの手が見えた場所。座面にはさっきより深く沈んだ跡がある。誰かがそこに座り、ベルトを締めたまま動かないように見えた。息を潜めて見つめていると、再び金具の音。その隣の空席でももう一つ鳴った。順に列のすべてのベルトが締まり始める。誰もいないのに、規則的に、まるで点呼のように。運転手がミラー越しに言った。満席だ。その声と同時に非常灯が一瞬だけ明るくなった。その光の中で見えたのは、座席にずらりと並ぶ輪郭。焦げた服、剥がれた皮膚、髪の焼けた女の顔。全員シートベルトを締め、静かに前を向いていた。俺は立ち上がろうとしたが、動けなかった。腰のあたりで何かが締まる感覚。下を見た。自分のシートベルトが誰の手も触れていないのに、ゆっくりとカチリと止まった。忘れてるぞ。耳元であの声が囁いた。次の瞬間、車内が一斉に
暗転した。何かが前方で衝突する鈍い音。誰かの悲鳴、金属のきしみ。世界が反転するような衝撃の後、すべてが静かになった。気がつくと夜明けのサービスエリアにいた。バスはきれいなままで、誰も怪我をしていない。けれど最後列の一席だけベルトが閉まったまま誰にも外せなかったという。今でもニュースの写真を見るたびに思い出す。あの夜、事故で亡くなった女が最後に言った言葉。もうちゃんと閉めたから。秋の3連休、俺は格安のミステリーバスツアーに参加した。行き先は到着までのお楽しみ。知らない客同士が乗り合わせ、くじ引きのように行き先が決まるという珍しい企画だった。出発は朝の6時。都内の駅前ロータリーに白と青の観光バスが止まっていた。運転席には武将髭を生やした中年の男。添乗員が今日の運転手は坂根さんです。と紹介した。彼は軽く会釈をし、無言でサングラスをかけたまま発進した。最初の休憩地は山間の道の駅。空気がひんやりして紅葉の葉が風に舞っていた。30分の休憩の後、出発の合図が鳴る。俺はトイレから戻り、バスに乗り込んだ。その時だ。何か違和感を覚えた。運転席にいる男がさっきと違う。髪が短く、背が少し高い。けれど、添乗員も他の客も何も気づいていない。次の目的地は1時間ほどです。とガイドが明るく話し出した。その声を聞きながら、俺は運転手の後頭部を見つめていた。背筋がざわつく。何が違うのか説明はできないが、別人としか思えなかった。車内のモニターが映した景色に俺は息を飲んだ。フロントガラス越しの映像。運転席の横顔が映っている。だが顔の下半分が影のように黒く塗りつぶされていた。なのにミラーにははっきりと最初の運転手坂根さんのその姿が映っていた。山を越える道を進むにつれてバスの中の空気が重くなっていった。天気は晴れのはずなのに窓の外はずっと薄暗い。トンネルを抜けても光が戻らない。それでも添乗員は明るい声で言った。次は名水百選の一つ、霧ヶ淵です。聞き慣れない地名に
ざわつく乗客を尻目に、バスは緩やかにカーブを描いて進んでいった。俺はシートベルトを握りしめ、運転席のミラーをずっと見つめていた。そこには最初の運転手、坂根さんが映っていた。だが前方にいる実際の運転手は別人。顔も体格も違う。しかもミラーの中の坂根さんがこちらを見てゆっくりと口を動かしたんだ。だが音は聞こえない。ただ唇の形で確かにこう言った。降りろ。俺はたまらず添乗員に声をかけた。すいません。運転手さん、さっきと違いませんか？彼女はきょとんとした顔で笑った。同じ方ですよ。ずーっと、坂根さんです。冗談ではなかった。彼女の目には前に座るこの別人が坂根として見えている。そして霧が縁についた。下車すると辺りは白い霧に包まれていた。足元が湿り、空気が冷たい。小さな祠があり、木札に黒い墨で何かが書かれている。近づいて読むとこう刻まれていた。坂根和夫、霧ヶ淵交通事故慰霊碑。心臓が止まったような気がした。日付は3年前の今日、同じ観光バス会社の事故だと書かれていた。振り返るとバスの中から別人の運転手がこちらを見ていた。サングラスの下で口元だけが笑っていた。再び乗り込んだバスの中はなぜか湿った匂いがした。全員が席に着いたのを確認し、扉が閉まる。その瞬間、車内灯が一度だけ点滅した。運転席の男、さっき祠の前で見たあの別人がハンドルを握っている。サングラスをかけ、無表情。ただミラーの中には坂根さんがいた。どちらが現実なのかもうわからなかった。バスはそれでも静かに走り出した。霧の中の道は狭く、ガードレールも見えない。窓の外にはさっきまで立っていた祠がずっと並走していた。一つではなかった。同じ祠が何重も斜面に沿って並んでいる。そのすべてに同じ名前。坂根和夫。車内が冷え、息が白くなった。添乗員が笑顔を保ったまま立ち上がり、マイクを持った。皆様、間もなく次の目的地に到着いたします。次の目的地？と誰かが尋ねた。彼女は無表情のまま答えた。終点です。その瞬間、
バスが大きく揺れた。外の霧が割れ、道が消えた。車体が浮き上がるような、そんな感覚。その時、ミラーの中の魚が叫んだ。止まれ。しかし、ハンドルを握る別人は、笑ったままアクセルを踏み込んだ。そして衝撃が走った。そして無音。気づいた時には俺は座席に座っていた。バスは静止しており、乗客たちは終始無言。運転席を見た。サングラスを外した男が振り向いた。そこにいたのは坂根さんだった。彼は淡々と告げた。次の運転手、見つかりました。扉が開き、冷たい風が吹き込んだ。地面に落ちた俺の影は、運転席まで続いていたんだ。俺がこの仕事を始めて、もう15年になる。あの山越えルートの出来事は、その中でも一番説明のつかない夜だった。深夜3時前、いつも通り3台で峠を越えていた。先頭が田島、真ん中が俺、最後尾が岡野。仲間内じゃ定番の組み合わせで、長距離でも気を抜けるメンツだった。谷合の道は真っ暗で、霧が強い夜はライトの明かりだけが頼り。ハンドルを握りながら無線でたわいもない話をしてた。また鹿が出たぞ。ガードレール、ぐにゃぐにゃだな。そんなたわいもないやりとりだ。けどその夜だけは様子が違った。岡野の声がやけに遠くから聞こえたんだ。同じチャンネルのはずなのに、まるで無線の向こう側じゃなく、谷底の方から帰ってきているような、そんな響きだった。トンネルに差し掛かったのはその少し後。俺が抜けてミラーを確認した瞬間、岡野のヘッドライトが消えていた。あの一本道で急に見えなくなるなんてありえない。岡野、聞こえるか？ノイズ混じりの無線からザーッという音が帰るだけ。田島も呼びかけたが沈黙が続いた。俺は路肩に車を寄せて止め、外に出た。霧の冷気が顔にまとわりつく。見えるはずの赤いテールランプもどこにもなかった。霧の中に立っていると、エンジンを切ったトラックの熱がゆっくり冷えていく音が耳についた。谷底から吹き上がる風は生ぬるく、夜なのに湿った匂いが鼻に残る。ヘッドライトを
灰にして道の先を照らした。白い壁のような霧が光を飲み込んでいく。岡野、どこだ？声を張っても帰ってくるのは自分の声の反響だけだった。舗装路にタイヤ痕が2本くっきりと残っている。だがその後は途中でふっと途切れていた。ブレーキをかけた形跡もなく、ただ霧の中へと消えている。俺はおかしいと思いながら無線をもう一度入れた。岡野、応答しろ。どこまで行った？という雑音の後、かすかにしたという声が混じった気がした。だが確信は持てない。ノイズの中で幻聴みたいに響いただけだった。田島が少し遅れて戻ってきた。どうした？岡野、見えねえのか？俺がうなずくと、二人で懐中電灯を持って路肩を歩いた。そこから先はガードレールもない。下を覗き込むと、霧の奥に黒い影が動いた気がした。人かと思ったが、光を当てると何もいない。戻ろう。ここは危ねえ。田島がそう言った瞬間、無線から短い音が鳴った。マイクを押す時のあの音。だが、誰もボタンを触っていない。続けて、岡野の声がした。荷台、誰か、乗ってる。俺と田島は顔を見合わせた。次の瞬間、無線はノイズごと途切れた。どれだけ呼びかけてもそれっきりだった。岡野の消息はそれきりだった。警察も消防も出たが、霧が濃すぎて夜のうちは捜索ができず、翌朝ようやく現場を見た。ガードレールに接触した跡もなく、谷底には何も見つからなかった。ただ崖の途中に引っかかったような白い布が一枚風に揺れていたという。それは岡野の作業服だった。結局トラックごと行方不明。運送会社は事故扱いにして処理を進めたが、現場を見た俺にはあれがただの事故には思えなかった。あの夜の無線の声が今でも耳に残っている。荷台、誰か、乗ってる。3日後の早朝、営業所に一本の連絡が入った。無人のトラックが戻ってきていると。ナンバーは岡野のものだった。キーも差しっぱなしでエンジンは切れている。だがメーターの針は走行中の位置で
止まっていた。俺と田島、それに所長で確認に行った。車体は泥だらけで、フロントに枝や草が絡みついている。それなのにタイヤには擦り傷一つなかった。ドアを開けると運転席には誰もいない。ただ座席に何かが長時間座っていたように沈んでいた。問題は荷台だった。開けた瞬間、冷たい風が吹き出した。積んでいた段ボールは全部そのまま。けれど一番奥、そこだけ荷物が押しのけられ、床のほこりが人の形に抜けていた。横たわるような形で、膝の位置、腕の位置まではっきりわかる。俺は思わず後ずさった。田島は顔を引きずらせて、こりゃ、冗談じゃねとつぶやいた。その時、無線機のスイッチが勝手に入った。ピッという音の後、雑音の中から短い声がした。したもうすぐ。誰も触っていない。俺たちは顔を見合わせ、何も言えなかった。それから岡野のトラックは廃車にされたが、積み荷の中にだけ妙な記録が残っていた。最後の納品リストに存在しない取引先の名前。そしてその住所はあの峠のふもとだった。深夜1時を過ぎた頃、俺は同僚との飲み会が終わり、繁華街の裏手でタクシーを拾った。車内は静かで、窓ガラスには夜風の水滴が細かく張り付き、街灯の明かりがゆっくりと流れていた。運転手は50代ほどの男性で、必要以上に話しかけてこないタイプだったため、こちらも助かった。助手席の背もたれに寄りかかりながら、いつもの帰路を頭の中でなぞっていた。乗り込んだ瞬間から少し気になる点があった。メーターがなぜかゼロから増えず減っているように見えたんだ。はじめは酔いが残っているから視界がブレているんだろうと思い、気にも留めなかった。しかし信号待ちで車が停止したとき、数字ははっきりと下がっているのが分かった。減るはずのない料金が時計のように逆回転していた。背筋に小さな冷たいものが触れる感覚があった。運転手は前だけを見て淡々とハンドルを握っている。俺は口を開くべきか迷った。言葉にした途端、何か決定的に良くないものが触れてしまうような気がした。ただ車内は静かすぎて、メーターのカチカチというかすかな音だけが
耳について離れなかった。あの音も本来とは逆方向へと進められているように感じた。やがて街灯の途切れる細い道へと入る。窓の外には民家の影が並ぶが、人影は全く見えなかった。そしてもう一つ気づく。運転手の首筋がほんのわずかに後ろへ向けて傾いている。まるで後部座席を意識しているように。俺は息を潜めた。振り返りもしないのに、こちら側に注意を向けている角度だった。暗闇の細道を走るにつれ、メーターの数字はついにマイナスへと突入した。何かを支払っているのは俺なのか、それともこの車そのものなのか。胸の奥で小さな警笛が鳴り続ける。このタクシーは一体どこへ向かっているのか。なぜ料金が減っていくのか。そして後部座席には本当に俺しか乗っていないのか。車内の空気がじわじわと濁っていくように感じた。メーターの数字はさらに深いマイナスへと落ち込んでいった。もはや料金という概念ではなく、何かを削られているような数字だった。後部座席に背中を預けるたびに、じんわりと体力が抜けるような感覚がした。窓の外を流れる街並みはいつもの帰宅ルートではなかった。右に曲がるべき道をそれ、ありえないほど暗い住宅街をゆっくりと進んでいく。電灯のない路地を通り抜けるたび、後部座席の空気が重たく沈んだ。ふと背もたれ越しに生温かい息を感じた。俺はほとんど呼吸を止めた。もちろん後ろには誰もいない。見えてはいけないものがそこにいる気配だけが確かにあった。メーターの数字がマイナス1080円を示した瞬間、運転手が初めて口を開いた。もうすぐです。その声はフロントガラス越しに反響するような奇妙な響きだった。どこへ行くのかと尋ねようとしたが、喉が渇ききって声にならなかった。運転手は相変わらず前だけを向き、視線を微動だにしなかったが、首筋の角度だけはやはりわずかに後ろ向きのままだった。やがてタクシーは小さな空き地に滑り込むように止まった。街灯もない、ただの真っ暗なスペース。住宅の裏手なのか空き地なのかすらわからないほど輪郭が曖昧だった。運転手は言った。降りてください。その一言を聞いた瞬間、後部座席の真横で誰かが座り直す音がした。布がずれるごく小さな音。しかしそれは確かにすぐ隣だった。
心臓が跳ねた。逃げ出したいのに足が動かないんだ。メーターを見ると数字は止まったままマイナス1200円。まるでこの空間に足を踏み入れるための対価のようだった。俺は意を決してドアを開けると外気が一気に流れ込んできた。だが降りた瞬間に気づく。さっきまで後部座席に感じていた気配が外へ出てこなかった。振り返ると車内は真っ暗で座席は何もないはずの形をしている。運転手は前を向いたままハンドルから手を離さず動かない。ドアが勢いよく閉まり、タクシーは無言で走り去ってしまった。ライトはどこか歪んで揺れ、後部座席にはもう誰も乗っていないように見えた。しかし遠ざかる車のメーターだけが見えた気がした。さらにマイナスに回転し続けている数字が。あの夜以来タクシーに乗るときは必ずメーターを見る。減っていたらその車はどこかへ連れて行くつもりかもしれないからだ。深夜1時、住宅街の細い路地で高齢女性の意識障害という通報が入った。俺たち3人は到着してすぐ座敷で倒れていた女性を発見した。呼びかけには反応せず、しかし脈は弱く残っている。家族は不在。近所の人が突然声が聞こえなくなったと通報したらしい。ストレッチャーへ移し救急車へ。隊長が運転、俺が患者の横、もう一人が後部座席に座るいつもの配置。モニターを装着すると心電図は弱いながらも一定の波形を刻んでいた。走行中、救急車の揺れとともに壁面へ影が映る。患者の体、俺、そして後部座席の隊員。影は3つで普通のはずだった。だがカーブを曲がった瞬間、壁の影が4つになった。後部座席の隊員の肩の横に一つ余計な影が重なって揺れていた。俺は一瞬見間違いだと思った。ライトの角度か、機材の影が伸びただけか。しかし救急車が直線に入り、揺れが落ち着いても余分な一つは消えなかった。それは人の肩ほどの大きさで、かすかに頭を揺らすように見えた。揺れが車体と同期していない。呼吸のリズムを持つ影のように独自の動きをしていた。隊長、後ろ誰か乗せましたっけ？俺が声を潜めて言うと、後部の隊員がなんでと振り返った。その瞬間、影がゆっくりと俺の方へ向いた。
壁に映る黒い頭が角度を変えて俺の影と重ならない位置で止まったんだ。患者の胸の上で心電図の波形がわずかに乱れる。おい、今の見えたか？俺が聞くと後部の隊員は眉を潜めて首を振った。その顔は影の位置を確認している素振りではない。まるで俺が何を言っているのか本気でわからないという顔だった。だが次の瞬間、救急車の天井からコンと小さな音がした。金属を指で軽く叩いたような短い響き。影が一瞬震えるように揺れた。そして患者の耳元で誰かが確かに言った。降りる場所違うよ。俺は反射的に患者の顔を見た。だが目は閉じたまま呼吸は浅い。声の主はこの車内の誰でもなかった。俺の手首の無線が一瞬だけ点灯し、すぐに消えた。車内の影はもう三つに戻っていた。だが、あれは絶対に存在していたんだ。病院まで残り5分。影の異常は消えたはずなのに、車内の空気は異様に冷たかった。患者の額に触れると、指先がビリッと震える。心電図は一定だ。けれど、どこか違和感が残っていた。その時、無線が小さくなった。本来はありえない。単独の短い通知音。俺が確認しようとした瞬間、ストレッチャーの車輪が勝手に動き、患者の体がわずかに横へずれた。おい、固定外れたか？後部の隊員が近づくが、固定バンドはしっかりと締まっている。ただ、患者の顔だけが違う方向を向いていた。病院とは反対側。さっき影が向いていたあの位置だ。そっちじゃないってことか。自分で言いながら鳥肌が立った。次の交差点へ差し掛かった時だった。急に救急車がふらつき、隊長がなんだと声を上げた。運転席の前方、暗闇の中に誰かが立っていたという。急ブレーキと同時に俺たちは前のめりに揺れる。患者の体もわずかに動いたが、心電図の波形は乱れなかった。ただ、患者の口元がかすかに開き、空気を吸うように動いた。ここ。聞こえた。確かに患者の声で。窓の外を見ると、街灯の切れた十字路。左側には古いアパートが建っている。一室だけ明かりがついておらず、真っ暗だった。その瞬間、後部の壁に映った影が一度だけ揺れた。
まるでここだと示すように。患者の脈が急激に弱まり、心電図が細い線に近づいた。まずい。搬送急ぐぞ。そう言って病院へと再発進したが、あの十字路を離れた瞬間、心電図の波形が完全に消えた。病院に到着し、医師が確認した結果、死亡推定時刻は現場に向かう前の時点だった。つまり、救急車に乗った時には、すでに生きていなかったんだ。記録に残った最後のデータ。それは搬送中、俺たちが見た4つ目の影の揺れと一致する時間だった。そして後日、あの暗いアパートの一室で、患者の夫が一人倒れていたという。死亡推定時刻は、俺たちが十字路に止まったあの瞬間だった。今でもポケットに手を入れるたびにあの感触を思い出す。冷たくて少しざらついた金属の感触だ。あれを拾わなければ多分今も普通に夜のドライブを楽しめていたと思う。あの夜のことは今でもはっきりと覚えている。深夜眠気を飛ばすために意味もなく車を走らせていた。山道に入った頃には辺りは真っ暗で、ラジオの音だけがやけに大きく感じられた。しばらく走ると視界の端にぼんやりとした明かりが見えてきた。古いドライブインだった。看板は色あせ、文字も途中までしか読めない。それでも店内だけは明るく、闇の中に浮いているように見えた。腹が減っていたわけでもない。トイレにも行きたかったわけではない。それなのに、俺は自然とブレーキを踏んでいたんだ。駐車場に車を入れると、他には一台も止まっていなかった。音が急に消えた気がした。車を降りた瞬間、足元でカチッと乾いた音がした。アスファルトの上に小さな金属の輪が落ちていた。キーホルダーだった。拾い上げると丸い板によくわからないような刻印がある。数字のようにも見えるし、順番を示す印にも見えた。その時、胸の奥がほんの一瞬だけ重くなった。これは拾わない方がいい。そう思ったのに、俺はそれをポケットに入れてしまった。店の入り口を見ると、さっきよりも少しだけ暗くなっている気がした。今思えば、あの時点でもう始まっていたんだと思う。そのまま店には入らず、俺は車に戻った。理由はわからない。ただ、建物に
近づきたくなかったんだ。エンジンをかけた瞬間、ポケットの中で金属がぶつかる音がした。走り出してからもその音は何度も鳴った。カーブに差し掛かるたび、減速するたびに、まるでタイミングを合わせているようだった。俺は気味が悪くなり、信号待ちでポケットから取り出した。キーホルダーの表面にさっきは気づかなかった細い傷が増えている。線が一本、また一本と並ぶように刻まれていたんだ。その夜、家に着いてからも落ち着かなかった。玄関の鍵を閉め、机の上にキーホルダーを置いた。しばらくして風もないのにカチッと音がした。見るとキーホルダーが机の端まで移動をしていた。俺は気のせいだと思い引き出しにしまって眠りについた。だが夜中に目が覚めたとき、耳元であの金属音がした。枕元を見るとキーホルダーが置かれていたんだ。翌日、知人に何気なく話すと、顔色を変えてこう言われた。あのドライブイン、昔人が帰らなくなった場所だよ。理由はわからない。ただ、途中で車を止めた人が何人もいたらしい。俺はその日のうちに、あれを処分することに決めた。その日の夜、ゴミ袋にキーホルダーを入れ、可燃ゴミとは別に縛った。念のため、袋の口も二重にした。それで終わるはずだった。だが、家を出ようとした瞬間、ポケットの中であの音がした。手を入れると、指先に冷たい金属の感触があった。さっき捨てたはずのキーホルダーがそこにあった。俺は気味が悪くなり、例のドライブインへ向かうことにした。拾った場所に戻せば終わると思ったんだ。深夜、同じ参道、そして同じ場所。ドライブインはあの夜と同じように店内だけが明るかった。駐車場に車を止めると不思議なことに白線の中にだけ一台分だけぽっかり空いた場所があった。俺はそこに吸い寄せられるように車を入れてしまった。車を降り、拾った場所にキーホルダーを置いた。すると背後でエンジンが止まる音がした。振り返るともう一台知らない車が止まっていた。運転席にいるのは俺と同じ体格をした人間。顔は見えなかった。だがその手には同じキーホルダーが握られていたんだ。その瞬間、はっきりと分かった。あれは落とし物ではない。空いた席の札だった。俺が拾ったから次の順番になった。必死で車に戻り、アクセルを踏んだ。
バックミラーにはあの空いた一台分だけの場所がずっと残っていた。今も夜にポケットが重くなる時がある。見なくてもわかる。まだ返しきれていないんだ。その道の駅へ向かった理由ははっきりとしている。夜の長距離運転に少し疲れていただけだ。だが走り始めてしばらくした頃からおかしなことが起き始めていたんだ。同じ案内標識を何度も見る。距離表示は出ていない。名前も書かれてはいない。ただ同じ形、同じ矢印。最初は気にも留めなかった。山道ではよくあることだと自分に言い聞かせた。だが三度目に見たとき、胸の奥がざわついたんだ。標識の位置がおかしい。直線のはずの道で同じ標識が同じ角度で立っているんだ。距離を進んでいる感覚が薄れていく。ラジオをつけても雑音ばかりで言葉にならない。バックミラーを見ると後続車はいない。なのに視線だけは後ろから離れなかった。4つ目の標識を見たとき、さすがに不安になった。今度は少しだけ文字が違っていた。矢印の下に薄く別の文字が重なっていたんだ。読めなかったが、名前のようにも見えた。その直後、道がわずかに開けた。街灯の光、駐車場、建物の輪郭。それは道の駅だった。安堵より先に違和感が来た。入り口の案内板に大きく表示されている名称。それはさっきの標識の下に重なって見えた文字と同じだったんだ。ただし塗りつぶされている。黒く何度も上書きするように。その下に新しい名前が貼られていた。見慣れた地名ではない。聞いたこともない。なのになぜか知っている。そう思ってしまった。その瞬間、背中にひやりとした感覚が走った。ここに来ることを前から決めていた気がした。ただ思い出せないだけで。車を降りた瞬間、耳が詰まったような感覚に襲われた。音が遠いんだ。風の音もエンジンの余熱が冷める音も幕越しに聞こえる。駐車場には数台の車が止まっている。どれも少し古い。ナンバープレートが不自然なほど汚れている。歩いて建物へ向かう途中、何度も案内板が目に入る。トイレ、売店、休憩所。矢印はすべて正しい方向を指している。
なのにどれも遠回りをさせるような配置だった。気がつけば同じ場所を何度も通っている。中央の広場に何度も戻るたびにあの案内板が見えた。入り口にあった黒く塗りつぶされた名前。よく見ると塗りの下に別の文字が何層も重なっている。削られ、塗られ、張り替えられた跡だった。どれも違う名前だ。だが共通点があった。すべて道の駅とは呼べない名前だった。地名ではない。施設名でもない。それは人の名前に見えた。その時から背後から低い音が聞こえた。板がきしむ音。振り返ってみると案内板の表示がゆっくりと変わっていた。貼られていた新しい名前が端から少しずつ剥がれていく。下から現れた文字はさっきまで読めなかったはずのもの。だがはっきりと読めた。それは自分の名字だった。一瞬息が止まる。目を離した隙に文字はまた塗りつぶされて別の名前に変わっていた。俺は周囲を見る。止まっていた車の数が増えている。さっきまで空いていた場所にいつの間にか車が並んでいた。どの車も同じ方向を向いている。出口とは反対側だ。その時、館内放送が流れた。雑音混じりの声がゆっくりと告げる。本日は目的地までご案内いたします。だが案内板の矢印だけは一斉に同じ方向を指し始めていた。出口ではない。もっと奥だ。案内板の矢印が指す先へ足が勝手に向いてしまう。戻ろうと思っても体が言うことを聞かない。奥へ進むほど照明が減っていく。白かった明かりが一つずつ消え、最後は非常灯の赤だけが残った。その先にもう一枚案内板が立っていた。表示は何もない。ただ矢印だけが下を向いている。足元を見ると地面に細い線が引かれている。誘導線だ。それは建物の裏手へ続き、フェンスの向こうへ伸びていた。そこで気づいてしまった。この道の駅、出口がない。入り口から入った記憶はある。だが出るための案内を一度も見ていない。その時背後で足音が重なる。振り返ると駐車場にあった車がすべてこちらを向いている。ライトが一斉についた。眩しさの中でフロントガラス越しに人影が見えた。どの車にも同じ顔が座っている。その表情が自分と
同じだったんだ。耳元で案内放送がもう一度流れる。次の目的地はこちらです。足元の線がぷつりと途切れた。その先は真っ暗だ。振り返る。さっきまであったあの建物がもう見えない。案内板も明かりもすべて消えている。あるのは闇と自分の足音だけ。その瞬間、背中に何かが触れた。硬く冷たい板だった。いつの間にか背後に案内板が立っていた。そこには新しい文字が白く浮かんでいる。到着。その下に小さく名前が書かれていた。俺の名前だ。俺は後日地図を調べた。あの場所に道の駅は存在していなかった。だが同じ道を夜に走ると今でも案内標識だけは出るらしい。だが名前は表示されない。代わりに行き先だけが決まっている。次は誰の名前になるのか。それを確かめにまたあの道を走る人がいる。深夜1時を回った峠道。帰り道というより気まぐれの夜のドライブだった。ナビを切ってただ感覚だけで走る。窓を少し開けると冷たい風が頬を撫でた。緩やかな坂を下り切ったところで道が4つに分かれていた。明かりも信号もない。闇の中で交差点の白線だけがぼんやりと浮かんでいる。地図にない場所というほどではない。だが不思議と標識も目印も見当たらない。交差点の中央に立っているのは一本の木。舗装された道路のど真ん中に根を張ったままの古い木だった。俺は減速しながら窓を開けた。虫の声も風の音もない。代わりにどこからかカチッカチッと音が聞こえる。ウインカーの音に似ているが車は止まっていない。周囲を見回すと道路脇に一台のワゴン車が止まっていた。ヘッドライトは消えているが車内には人影が見える。運転席に座る何かがじっと前を向いていた。運転席側の窓が少しだけ開いており、中から青白い煙のようなものがゆらゆらと漂い出している。最初はタバコの煙かと思ったが、匂いが違う。焦げたプラスチックのような鼻を刺す匂い。その煙がこちらに流れてきた瞬間、車のナビが勝手についた。目的地の欄に
知らない文字列が表示されている。止まれ。その文字のすぐ下でナビがもう一度明滅した。止まれ、止まれ、止まれ。ワイパーが勝手に動く。フロントガラスを拭うように薄い手の跡が外側からゆっくりと滑っていった。その後の向こう、交差点の中央に立つ木の根元に誰かが座っていた。街灯がないのにそいつの輪郭だけが見えた。痩せ細った腕、真っ白な顔。だがその顔には口がなかった。木の根元に座っていたそれがゆっくりと顔を上げた。街灯はないのにその輪郭だけが浮かび上がる。月明かりでもライトの反射でもない。何か内側から滲むような光だった。顔は白く紙のように平たい。目は二つある。だが動かない。まるで描かれた目のようにこちらを見ていた。そしてやはり口がなかった。山口が小声で言った。なあ、今笑ったか？俺は首を横に振る。しかし、その瞬間、交差点の反対側からライトが近づいてきた。一台のセダン。ハイビームをつけたまま、ゆっくりと交差点に進入してくる。ドライバーの顔は影になって見えない。不思議なのはその車の動きだ。タイヤがアスファルトを滑っているのに音が全くしない。セダンは交差点の中央で止まり、中から一人の女が降りてきた。白い服を着ている。足元が不自然に揺れていて、まるで地面を踏んでいないように見えた。女は木の根元に座る口のないものの前に立ち、少しだけ顔を下げた。それからこちらを向いた。その顔にも口がなかった。ただ目だけが真っ赤に濡れていた。血ではない。光そのものが滲んでいるような赤。助手席の山口が叫びかけた瞬間、車内のライトがふっと消えた。ブレーキランプもメーターの光も消え、闇が一瞬で押し寄せる。外では二人の口のないものがこちらに向かって立ち上がっていた。ガクガクと折れた関節のように揺れながら。足音がしない。その代わりに耳の奥でという音が鳴る。ウインカーの音。だが俺たちはウインカーを出していない。ウインカーのカチッカチッという音が頭の奥で響き続けた。だがメーターを見るとライトは消えたままだ。
外の闇が車の中まで染み込んでくるようで息が詰まる。行こと山口が言いかけたとき、フロントガラスの向こうで何かが横切った。黒い影、いや人の形をした何か。足がない。上半身だけが滑るように道を渡っていく。すれ違うたびウインカーの音が一つ消える。次の瞬間、助手席の山口のスマホが勝手に光った。画面に文字が浮かぶ。止まれ。その文字が震え、画面が勝手に切り替わる。映っていたのは今いる交差点。だが、そこには何十人もの人影が立っていた。道路の四方、白線の上にぎっしりと並んでいる。誰も動かない。全員顔が同じ方向を向いている。ライトを当てた瞬間、彼らが一斉にこちらを見た。白い顔、黒い穴のような目。そして全員に口がなかった。止まれ。それは声ではない。耳の奥に直接流れ込んでくる。脳がきしむような音で山口が悲鳴を上げ、アクセルを踏み込んだ。タイヤが空転し、車体が跳ねる。交差点の中央を越える瞬間、フロントガラスの外で無数の手が伸びてきた。腕が窓を叩く。ボンネットに、屋根に、側面に、音が重なる。止まれ。今度は確かに声になっていた。車内のスピーカーから女の声が響く。ナビの案内音声だ。次の交差点を止まれ。その瞬間、視界が白く弾けた。気づくと車は静止していた。あの交差点の中央、エンジンもライトも落ちている。外を見ても誰もいない。だがフロントガラスの内側に無数の指の跡が内側から押し付けられていた。止まれ。あれは警告じゃなかった。止まれなかったものが今もこの場所で増え続けている。出動命令は深夜1時55分。単独事故、車両大破、運転手意識なしの可能性あり。そう通報が入った。町外れの旧道でガードレールの改修前から事故が多発している区間だった。現場へ到着するとヘッドライトの光が霧に反射して白く揺れ、道路脇には大破した車が横転していた。フロントガラスは蜘蛛の巣状に割れ、ドアは衝撃で歪み、
タイヤは地面にめり込むように沈んでいる。事故の規模からして運転手は相当なダメージを負っているはずだった。俺と隊長は慎重に車へと近づいた。助手席側の窓は割れ、破片が散乱している。懐中電灯を向けて運転席を覗き込んだ。あれ、いない？運転手の姿がどこにもなかった。シートは後方に大きく押し戻され、シートベルトも切れた形跡がない。衝撃を受けたなら必ず体のどこかに痕跡が残るはずだ。だが車内に血痕は一滴もなかった。代わりに運転席の足元には奇妙な痕跡があった。土の上に片足だけの足跡が3歩分。それ以上は途切れ、霧の中へと消えていた。徒歩で移動をしたってことか。隊員がつぶやくが、足跡が片足分しか残っていないのが異様だった。もう片方の足跡は最初から存在していなかった。俺は周囲を照らした。ガードレールには車が接触した時の擦った跡がしっかり残っている。相当な衝撃だ。普通なら歩けるはずがない。バックミラーの破片が転がっていた。そこには誰かの指紋のような跡がべったりと付着している。事故直後に触ったとしか思えない新しい跡だ。運転手は？あと通報者は？俺が無線で聞くと、通信室から帰ってきたのは奇妙な返答だった。通報は無線が一度だけ自動接続されてきました。声は入っていません。ただバックグラウンドに呼吸音が。呼吸音。つまり通報者は電話の前にいたということだ。じゃあこの近くに倒れているはずだろそう言いながら車の反対側へ回った瞬間、霧の奥でカリッという小さな踏む音がした。足音は片足だけだった。俺たちはすぐライトを向けた。しかしそこには何もいない。ただガードレールに沿って伸びた足跡が急に2つに増えていた。まるで途中で誰かが並んだように。俺は思わず隊長を見る。隊長も黙ったまま霧の奥を睨んでいた。その刹那、救急車の後部のドアがコンと内側から叩かれた。まだ誰も収容していないはずなのに。後部ドアを叩く音は一度きりだった。だがそのコンが霧の中に溶けるように響き、救急車の車体がわずかに揺れた気がした。俺と隊長は目を合わせ、後部へと回り込む。ドアの前に立ち、慎重に開けた。中は空っぽ。ストレッチャーのシーツが
わずかに波打っていたが、風が吹き込んだにしては揺れ方が不自然だった。誰か乗った形跡あるか？隊長が低い声で言う。床には砂利のような土が散っていた。靴の跡ではない。片足だけペタッと踏んだような丸い形状の土汚れが一つ。事故車の運転席の足元と同じあの土だった。さっきの足跡のやつ入ったか？俺がそうつぶやくと、隊長は唾を飲んだ。入るはずがない。俺たちが外にいたとき、誰も近づいていない。一瞬、霧の向こうで、ザッ、ザッと草を踏む音がした。俺たちは同時に振り向く。ライトが照らしたのは、ガードレールの向こうに続く足跡。片足、片足、片足。その途中から急に二つ増え、並んで歩き始めるようにまっすぐ続いていた。二人になってる。声が震えた。だがその足跡は途中で突然途切れ、その先には何もない。土は濡れて柔らかく、足跡が残らないはずがない場所なのに。無線が突然ノイズを吐き、おい、戻れ。と聞こえた。声はマイクからではなく、救急車の中から聞こえたように思えた。俺たちは反射的に後部を見た。ストレッチャーのシーツがさっきより深く沈んでいた。まるで誰かが横になったまま、ゆっくりと起き上がろうとしているように。隊長がすぐにシーツをめくった。中には何もいない。ただシーツの中央に濡れた片足の跡が一つ。まっすぐと頭の方向へ向けて押し付けられている。俺は全身が泡立った。隊長は無言でドアを閉め、撤収だ。と声を押し殺した。署に戻り、記録を確認すると、事故現場の通報者は運転席の人物という扱いになっていた。ただし発信源の番号は存在しない機種番号と記録されていた。さらに奇妙だったのは事故車の所有者情報。10年前に同じ旧道で単独事故を起こして亡くなった人物のものだった。そして添付された事故見分の写真。そこに写っていたのは夜の霧の濃い中で救急車を見つめる片足だけの影だった。